はようございます。昨日というか夕べからかなり激しい雨が降ってまして、なんか久しぶりに雨が降ったので、だいぶ地面や樹木が潤いました。で、前回言っていたこのバーができたので、バースツールを作るというお話ですね。一応今座ってるのがこれできたんです。できたというかまだ今途中です。こんな感じ。2脚で、確か前回のお話ではなんて言ってたんだっけ。この椅子の構造を使ってこれをそのまま細く高くしようかなっていう話をしてたんですよね。結局こういう形になりました。この下に向かってテーパー状に細くなっていく足の作り方は同じなんですけども、こういうふうに対角線に作りました。その方がね、強度が出るので、これはこのテーパーの足が平行に前後まっすぐついてるんですけど、こっちはちょっと高さがあるので、こういうふうに対角線にバッテンになるように作ったんです。で、背もたれをつけようかなと思ってたんですけど、ちょっとかさばるし、こんくらいシンプルでいいかと思いまして、このフットレストもね一応つけたんですよ。で、そんなにツールにしてはバースツールにしては低い方なので、フットレストもいらないかなと思ったんですけども、つけてみたらあった方がいいなと。ギター弾く時とかね、フットレストに足をかけるとすごい構えやすい。これサックス吹く時もね、サックスも構える時にちょっと太ももにね添えるので、これがあった方がこれすごくいいですね。いらないと思ってたんですけど必要でした。こんな感じでね、僕はいつも計画っていうのは常に変更されるんですよ。これがね、設計図をちゃんとしすぎるとこの途中で計画変更するのが難しくなっちゃうんですよね。それとあと全てをこのビデオの撮影編集含め全ての工程を僕が一人でやってるっていうのも計画が変更しやすいところなんですよね。なんかね、最近は来ないんですけども、以前はよくね、撮影や編集を手伝わせてくださいっていうコンタクトがたまに来ていたんですよ。そういう申し出はありがたいんですけど、こういう感じで自分一人でできる範囲でやってるのでって言ってお断りしてるんですね。っていうのもやっぱりその計画の途中で変更するのもそうですし、例えば僕ともう一人別の編集してくれる係の人がいるとしたら、僕がここで作業して撮影した素材をお渡ししてチェックとか、そのやり取り、ターンが増える、人が増えるほど時間がかかっちゃうんですよね。例えば今日撮影したやつがもう、何日か中3日とか必要になっちゃうと、かったるくなっちゃうんですよ。もう撮ったものはさっさとアップロードして次に行きたいんですよ。バーカウンターがだいぶいい感じになってきました。でね、こうなってくるとここにメニュー表とかあったらいいんじゃないのって思うんですよね。ドリンクメニューとフードメニューとかそういうのがあったら本物のバーっぽくなるじゃないですか。でもそれはやらないんですよ。
なぜかというと、ここは本物のバーじゃないから、そのメニュー表って必要ないじゃないですか。ただの飾り、雰囲気を演出するだけのものになってしまって、そういうのってね、結局すぐ飽きちゃって、ゴミになるんですよ。なんかあんまり面白くないんですよ。やってできた瞬間はちょっと楽しいんですよ。あ、なんかメニューとかあってお店っぽいってちょっとだけ楽しいんですけど、もうね、次の日にはもう飽きちゃうんですよ。それはなぜかというと、そもそも必要がないものだからなんですよね。で、そうなると、それを言うと、絵を飾るのはどうなんだ、絵を飾るのだって結局それは必要なのってなっちゃうんですけども、絵を飾るっていうのは絵を飾ることが目的なんですよね。だから必要なんですよ。ここにお店っぽくなるからって言ってメニュー表を置くのは、それはただの飾りで、メニュー表の目的ってこう店員さんにオーダーすることが目的なんですよね。メインの目的が。もちろんその素敵なメニュー表にしてここの雰囲気作りの一つにはできるんですけども、そもそものメインの目的がここに必要ないものなので、それは僕にとっては不必要なものなんですよ。で、例えば昔の酒場の雰囲気を出すために、ここにウイスキーの樽で作ったテーブルとかをね、ウイスキー作ったというか、もうウイスキーの樽をそのままテーブルとして使うとか、それをそれをやると雰囲気は良くなるんですけども、それはもともとその酒場の周辺でウイスキーの樽があるからそれを利用したっていうお話なんですよね。ここにもともとウイスキーの樽とかはないから、なんかそれはわざわざ持ってこなきゃいけない、買ったりしてそうなるとちょっとそれはね、違うんですよね。僕のあくまで僕の美学です。別にそれをやりたい人を否定はしてないですよ。僕はね、ちょっとその必然というか、なんでこれがここにあるんだっていう理屈がなんかちゃんとしてないと嫌というか気持ち悪いというか、うん、だからパレットはまあ必然ですね。それは僕が無料で手に入る環境にあるからなんですよ。だからな東京にいた頃はこのパレットとかは僕手に入らなかったんですよ。でもちょっとおしゃれなインテリアショップとか骨董品屋さんに行くと、このパレットの木が売ってるんですよ。僕がいつもここでバラしてさっきそこに立てかけてある、ああいう感じの状態で1枚800円とかで売ってるんですよね。それを買ってこういうのを作るっていうのは僕にとってはちょっと考えられないことなんですよね。うん、これ伝わってますかね難しいな。これはもっとちゃんと、ちゃんと整理してからお話しした方がいいかな。うん、まあとりまあさておき、それはさておき、今このスツールはね、これはこれからワックスを塗って磨いて仕上げます。ちょうどね、もう今日はもうずっと雨なので、これをその仕上げをやるつもりで晴れてるうちに急いで作ったんですよ。なんか最近ね、こっちのセカンドチャンネルの方もなんか見てくれる方がだんだんちょっとずつ増えてきて、ちょっと楽しくなってきました。じゃあそんなわけで今週もまたよろしくお願いします。
雨上がってきました。ブルーベリーが膨らんできましたね。まあでも特になんかネットをかけたりしないので、またほとんど鳥に食べられちゃうと思います。やっぱそっち行かない。花うどがもうだいぶ終わりの時期ですね。ランプ